皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、バイデン大統領が次期大統領選挙に対して撤退を表明しました。これに伴って、今後アメリカの大統領選挙がどのようになっていくのか、基礎的な部分について解説していきます。なんとなく分かった気になっている部分も含めて、今回は情報を固めていきましょう。まず、バイデン大統領の撤退表明なのですが、ここ最近は彼に対する撤退を求める声が民主党の内外で高まっていました。予備選挙においては、バイデン大統領が圧倒的に強く、彼の対立候補者はもういないも同然で、完全に流れとしては、バイデン大統領の出馬といったものが決まっていました。しかし、大統領選挙が近づくにつれて、彼の高齢問題が非常に大きな注目を集め、もはやこの次4年間は無理ではないかといった声が高まっていました。そのため、大口献金者の中にも彼ではトランプ氏に勝てない、もっと違う候補者にすべきだといった声が高まりました。また民主党の内部においても影響力の強いとされる人物が次々とバイデン氏に対して撤退要求を水面下で行い、また表立って大統領選挙から撤退してほしいと声を上げる人たちも出始めていました。バイデン大統領は今回の撤退表明に際して副大統領のカマラ・ハリス氏を自分に代わって大統領選に出てほしい人物として推薦しました。それではカマラ・ハリス氏がどのような人物かについて見ておきましょう。カマラ・ハリス氏は59歳。バイデン大統領に比べて若いため、いわゆる高齢問題といったものには当たらないでしょう。ハリス氏はカリフォルニア州生まれで、父親はジャマイカ系黒人の経済学者、母親はインド出身の乳がん研究者でした。このためカマラ・ハリス氏は黒人系、アジア系の人物として白人だけに偏った共和党との違いを生み出す要因の一つとなっています。大学卒業後検事となり、2010年に黒人女性初のカリフォルニア州司法長官に就任、2016年に上院議員に当選、2021年に副大統領に就任しました。ただし、カマラ・ハリスの場合だと副大統領になった後のそれ以後の評価については評価は悪いとされています。主に移民問題に対して何ら有効的な策を講じることができなかったと指摘されています。それではカマラ・ハリス氏以外の主要人物、どのような人物が主要候補なのか見ておきましょう。カマラ・ハリス氏以外にはミシガン州のグレッチャン・ウィットマー知事、カリフォルニア州のギャビン・ニューサム知事といった名前が挙がっています。ただし、現在のところカマラ・ハリス氏以外に関しては大統領選への出馬表明といったものはされていません。あくまでもこのような主要人物がいるにとどまっています。ただ、このような人物が上がってきたのにはそれぞれ党内での評価やもしくは周りからの評価といったものがあるからこそ有力候補としてみなされているのであり、このあたりの人物から副大統領候補が選ばれるかもしれないと言われています。そして今回のバイデン大統領の大統領選への撤退表明に大きく影響を与えた人物、ペロシ元下院議長とオバマ元大統領、この2人の今後の動きにも注目が集まっています。というのも、民主党の中において大統領選に一体誰を出すのか、素早く候補を絞り切るのか、それともこの後混乱してしまうのかが、こういった重鎮の人たちの動きにかかっているからです。ちなみに副大統領候補の名前に挙がっている人物の中には、オバマ元大統領の夫人、ミシェル・オバマの名前も挙がっています。アメリカの中においては、ミシェル・オバマ氏の人気は非常に高いとされており、この人物は大統領選に出てくれればいいのにという時に必ず名前が挙がるそうです。ただ、現状においては、彼女自身は自らが出馬する意向は全くなく、そのため、誰を支持するかでしか、今回は影響がないとされています。ただ、民主党の危機ということもあって、彼女が何らか説得されて副大統領候補に選ばれるといったような展開もあり得るみたいな記事はいくつか出ていました。このあたりはこの後何が起こるかは誰にもわからないといった部分でしょう。バイデン大統領の撤退表明によって共和党のトランプ氏は早くもカマラ・ハリス氏に対する攻撃を始めているようです。少なくとも彼にとってはバイデン大統領がこのまま選挙戦に出てきてくれた方が戦いやすかったでしょう。同じように高齢者なのですが、しかしバイデンの氏の方がより言い間違いなども多く、足取りになるのも弱々しいものでした。ですから同じように高齢者同士であれば一方的に彼を責め立てることができたでしょう。ちなみにトランプ氏の場合だとつい最近暗殺未遂事件といったものが発生しました。これによって日本ではほぼトランプ氏の当選で確実だろうといった話が非常に多くなっているのですが、必ずしもそうではありません。
アメリカで行われた世論調査によると、暗殺未遂事件その以後においても、トランプ氏とバイデン大統領との間における支持率は拮抗していました。これは一体何を意味しているかといえば、もともと共和党の支持者は共和党候補者を推すし、民主党の支持者は民主党の支持者を推すから、暗殺未遂事件があったとしても、くら替えするといったことは起こっていないということが示されています。ただ、トランプ氏の当選確率が上がったということ、それ自体は間違いではありません。共和党の中にも反トランプ派の共和党員の人たちがいて、その人たちはニッキー・ヘイリー氏を推していました。しかし、暗殺未遂事件以後においては、ニッキー・ヘイリー氏も共和党の候補者であるトランプ氏をみんなで推しましょうといった具合にして、共和党の中における結束を呼びかけています。ですから、共和党内部における票割れといったものが解消されつつあるのです。あと問題となるのは、民主党の中における結束はどれだけ高まるか、そして無党派層の人たちです。アメリカにおいては二大政党の力が非常に強く、この二大政党以外の中間派の人たちはあまりいないとされています。しかし、このあまりいないと言っても、じゃあ無関係かといえば当然そうではありませんから、この無党派層の人たちがどちらにつくかといったことで、接戦州と呼ばれるような州単位での大統領選挙に影響を与えることとなります。民主党はこのままいけばカマラ・ハリス氏で大統領候補を一本化するとは思うのですが、あとは副大統領候補に誰を選ぶかが焦点となるでしょう。すでに共和党の側はトランプ氏とバンス上院議員の2人で決まっていますから、これに対抗する策としては、私は女性候補で行くのが良いと思います。民主党の中で大統領候補として有力な人物として挙げられていたミシガン州のウィットマー知事などを副大統領候補にすれば、少なくとも民主党側としては女性といういわゆる性別的に言えば半分の人たちに対するより強い訴えかける力を持つことができます。このあたりどうするかは当然民主党の中における政治力学が働くので、どうなるかは今のところわかりませんが、ただ単にカマラ・ハリス氏に変わったようだけではやはり今の民主党をまとめ上げるにも不十分でしょうし、また無党派層に訴えかける力としても話題性はいまいちかと思います。アメリカの大統領選挙はアメリカ国内だけの話にとどまらず、特に国際情勢に与える影響も大きいので、今後どのような展開を迎えるかについては追って解説をしていこうと思います。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。